こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。ついこの間まで桜、山桜、そんなことを皆さんにお伝えしていましたが、あっという間にさつきの季節となるともう青葉です。まるで日に透けるような緑の葉陰。春はいいですね。やはり目出しのもみじ、カエデ、ケヤキ、葉物盆栽の様々は日の光に浴びてとても私たちに豊かな自然を見せてくれます。今日は一つ皆さんに新緑の素晴らしさを盆栽でお伝えしたいと思います。お楽しみください。春の雑木盆栽はまさに青葉、新緑、若葉、命の謳歌を私たちに伝えてくれます。この床の間に飾った獅子頭も名木としてこれから世の中で新たに発表されるものですが、冬枯れの姿とは違って新緑が枝々に茂って何ともいいものですね。床の間に青葉を飾るとき、いろいろな風景や物語が浮かぶのが日本人です。一番初めはまずひばりをかけてみました。揚ひばりというよく畑や田んぼの空に高く飛ぶ姿、春爛漫の姿を思わせます。ここから始まる新緑から陽春、そして初夏へ向かう雑木盆栽の季節をいろいろな形で楽しみたいものです。大きな絵の中に空高く飛ぶひばり市場、下を見てレンゲや摘み草の中にいる自分の獲物を探している姿です。薄く墨で引かれたあけぼの色は春そのものの光を表しています。たった一羽の鳥をこの絵の端に描いて、そして一つの作品とする明治大火望月玉泉が残した盆栽山野草水石飾りの貴重な掛け軸です。でも最終的にはこんな歌が歌えます。目に青葉、山ホトトギス初ガツオ。江戸っ子の代名詞と言われたこの歌は山口蘇道が江戸時代に作ったもので、幅広く庶民に伝わりました。季節のなぞらえとしてここをホトトギスに変えてみましょう。先ほどの揚ひばり、陽春のレンゲが咲くような季節の中、そこから青葉の代名詞である目に青葉の句に倣ってホトトギスをこの床の間に飛ばしてみました。日本人というのは自然観、そしてその中にある季節の文化、そういうものを重ね合わせて楽しむことがあります。ああ、そうか、青葉だからホトトギスなんだな、そしたらあとはカツオを食べよう、このようなものがもうアイデンティティの中に埋め込まれているんじゃないでしょうかね。掛け軸一つで季節が動いていく姿、こんなものも楽しみたいものです。藤もどき、本来渡来種として戦後日本にもたらされたものですが、淡い藤色の可憐な花は盆栽家たちを魅了しました。名木もなかなかできない難しい種類ですが、春の花を添える木として、そして初夏を迎える前の盆栽として大変楽しいものです。
青葉から初夏へと変わる季節を彩る藤の花。万葉の時代から歌にも歌われる藤は日本の花物の代表の一つです。さまざまな着物などのデザインにも使われるこの降り下がる藤の花姿は盆栽の初夏の代表的な美しさです。新緑の盆栽の代表的な木、もみじ。特に山もみじですね。この木をご紹介するのに2つのことをお伝えしたいです。一つは、これがもみじの盆栽の最終形の姿だということです。取り木仕立てや苗木から作った木のさまざまな盆栽が楽しまれます。ただ、本当のもみじの盆栽とは何なのかということを問えば、やはりこの振り降りるような柔らかい枝、細やかな葉鞘、何年も何年も薄鉢で作ったからこそ出るこの細やかな味わい。多少枝の実がしていても、その重さで枝が降りてくるような古さ。これを楽しみたいものです。そしてもう一つ。今は国際的な盆栽になって、もみじも様々な種類があります。一つ一つが愛らしく楽しく彩りの素晴らしさがありますが、日本人の心の言葉、目に青葉。これこそが陽春から初夏への青葉への日本の心です。赤い葉、黄色い葉、様々なもみじがありますが、やはり私はこの薄緑の美しい青葉のもみじが盆栽としては一番ふさわしいものかと思っています。若葉青葉を歌った日本の文化をご紹介しましょう。花が終わり青葉となる頃、平安時代の東大寺の僧俊慶が残した歌です。いかにせん山の青葉になるままに遠ざかりゆく花の姿。そして江戸時代の目に青葉、山ほどとぎす初月を。現代の詩人、北原白秋が残した歌があります。春過ぎて、夏木にけりと思うゆる、大藤棚の長き藤波。そして松尾芭蕉の句。荒問うと青葉若葉の日の光。いかがだったでしょうか。新緑、若葉、青葉、木々の命を楽しむ季節。そしてその裏側にある日本人の美意識の根源が文化の中にもある。そんなことをご理解いただければと思います。そんな豊かなことを言いながらも、新芽はどんどん伸びていきます。芽摘み、芽切り、毎日が終われる日が続きます。それもまた楽しみです。
手入れの方も飾りや文化、季節のこと、いろいろなことをわびチャンネルは皆様にご提供します。ぜひチャンネル登録をしていただいて、アーカイブなどもお楽しみいただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。